長ネギ漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、長ネギ漬けを作っていきたいと思います。こちらはですね、もう長ネギを切って、あとは漬けだれに漬け込むだけなのですごく簡単です。さらに今回はその長ネギ漬けを使った簡単アレンジレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。長ネギ、昆布、唐辛子、お醤油、お酢、お酒、みりん、お砂糖、だしの素、ごま油、お水。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まず長ネギなんですが、今回3本分でたっぷりめに作っていきます。少し量が多いなという場合は半量で作っていただいても OK です。そして漬けだれにですね、今回は昆布を入れていきます。こちら乾燥昆布なんですが、もしない場合は入れなくても OK です。入れていただくと昆布の出汁も出て美味しいので、ある方はね、ぜひ入れて作ってみてください。唐辛子に関しましては、少し辛いのが苦手だなという場合は、こちらは抜いていただいても大丈夫です。あとはね、とてもベーシックな材料で作っていきます。だしの素はこちらはかつおだしになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめに長ネギを切ります。長ネギはまず根元を薄く切り落としてください。そしたらですね、こちらをだいたい5、6センチ幅で切っていきます。できるだけね、幅を揃えて切ってみてください。この青い部分のこの境目のとこなんですが、ここにね結構土が入ってたりするので、ここはしっかり洗ってください。はい、 OK です。このように切ってください。それではね、残りも同じように切っていきます。長ネギはね、このように切っておきましょう。それでは続いてこちら昆布ですね。昆布はまずですね、キッチンペーパーを水で濡らして絞って、そして表面を軽く拭いてください。これで汚れをね、落としておきましょう。続いて唐辛子です。こちらはキッチンバサミで半分に切って、そして種を取り除きます。今回はね、2等分にして使っていきます。輪切りになってるものを使っていただいても OK です。そうしましたらネギを焼いていきます。まずフライパンにごま油です。これで一度火にかけてください。火加減は中火です。一度ね、油を全体に伸ばしましょう。全体に伸ばしたら、このまま30秒ほど中火で一度温めてください。そしてフライパンが温まったら、ここにね、長ネギを並べていきます。やけどしないようにね、注意してください。はい、そしてこのまま長ネギに焼き色をつけていきます。火加減は中火で OK です。両面にね、焼き色をつけていきましょう。パチパチ油が跳ねたりするので、やけどしないようにだけ注意してください。2分ぐらいしたら焼き色をチェックします。それでいい感じに焼き色がついたものから裏返してください。火の当たりどころによってね、焼き色のつき具合が変わると思いますので、こちらはね、様子を見ながら焼き色がついたものから裏返してください。はい、で全部ね、裏返したら片面も同じようにね、焼き色をつけてください。両面ね、いい感じに焼き色がついたものから取り出します。保存容器の中にそのまま入れちゃいましょう。このようにね、美味しそうに焼き色がつきました。そしたらこのフライパンはこのまま使っていきます。ここで漬けだれを作っていきます。まずここにお水、お醤油、みりん、お酒、お酢、あとはお砂糖、そしてだしの素を入れます。これで火にかけましょう。火加減は中火です。一度こちらを混ぜながら沸騰させてください。ある程度混ざったら、ここにね、唐辛子と昆布もね、入れちゃいましょう。そしてこのまま沸騰させます。はい、くつくつ沸騰しました。そしたらこのままですね、1分ほど加熱して、お酒とみりんのアルコールを飛ばしてください。
はい、OK です。そしたら火を止めます。これでね、つけだれの完成です。それではこちらの容器につけだれをかけます。はい、OK です。そしたらですね、このまま粗熱をとって、その後30分ほどですね、冷蔵庫で漬け込んでください。それではですね、長ネギ漬けを使った簡単なアレンジレシピをご紹介します。今回はね、卵とじにしていきたいと思います。なので卵1個と、あとはとろけるスライスチーズ、またはね、ピザ用チーズなどを用意してください。ということで早速作っていきたいと思います。それではまず卵を割り入れます。はい、そしてまず卵黄を溶きほぐしてざっくりね混ぜてください。白身はお箸でこのように切るようにね混ぜてみてください。このぐらい混ざれば OK です。そしたらスライスチーズですね。こちらはキッチンバサミを使ってだいたい9等分ぐらいにしようかな。このように細かく切ってください。そしたらフライパンを用意してください。直径だいたい20センチ前後ぐらいのフライパンがおすすめです。そしたらここに長ネギ漬けを入れます。数はねお好みの数で OK です。このぐらいかな。漬けだれはね大さじ2から3倍くらいですね。このようにフライパンの底が漬けだれで浸るぐらいですね。そのぐらいになるように入れてください。そしたら火にかけます。火加減中火です。このまま一度沸騰させてください。全体が沸騰しました。そしたらここにね切ったスライスチーズを入れてください。適当にねこのようにパラパラっと置いてください。そしてこの上から卵液を回しかけます。ほんのちょっとね卵液を残しておきましょう。このように少しね白身をほぐしながらこれで加熱していきます。これで半熟になったら火を止めて最後残しておいた卵液をかけます。そして蓋をしてください。蓋をしてこのまま余熱で1分待ちましょう。はい、1分経ちました。蓋を開けます。これで半熟の卵とじの完成です。この半熟具合はねお好みでやってみてください。それではこちらをご飯にのせます。はい、これで卵とじの完成です。こちらもすごく美味しいのでぜひやってみてください。はい、これで長ネギ漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり味も馴染んで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。お酢の酸味が効いててすごくさっぱりとした仕上がりになってます。そしてね長ネギもシャッキシャキです。ではこちらアレンジのね卵とじ丼もいただきたいと思います。ではいただきます。食べ応え抜群です。すごく美味しいです。そしてこのチーズがねまたすごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の長ネギ漬けのポイントです。まず長ネギに関しましてはこちらを食べやすい幅で切ってください。そして今回はですね3本分で作ってますが量が少し多いなと思ったら半量ぐらいで作っていただいても OK です。またはね1本分とかで作りたい場合は調味料3分の1で作ってみてください。そして長ネギが切り終わったら油を敷いてそして両面にね焼き色をつけてください。今回はねごま油を使用してますがこちらはお好みの油を使っていただいて OK です。そして両面焼き色がついたら容器に取り出してそのままのフライパンを使って漬けだれを作ってください。漬けだれに関しましては沸騰したら1分ほどしっかりひと煮立ちさせてください。そうすることでお酒とみりんのアルコールをしっかり飛ばすことができます。あとはですね熱々のうちに長ネギに漬けだれをかけてそして粗熱を取ってから冷蔵庫で30分ほど漬け込んでから召し上がってください。そして今回はですね簡単なアレンジレシピもご紹介しました。チーズを入れて卵とじにするとすごく美味しいのでぜひこちらもやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は長ネギ漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。